そしたらこういう風にまっすぐ歩いてきてボタンをつけて押してあげると、なんと隠し通路が出てきます。どうもこんにちは、ケミカルシスターズのみちです。今日はですね、ちょっと待って、今リーチからメール来ちゃった。何？ゴディバのアイス買ってきて、なんでゴディバってその高いアイスでさ、しかも今撮影してるのし、はい、気を取り直して今日はここに2つの木を用意しました。で、2つの木のここのところにボタンをつけてあげます。で、ボタンをつけて押してあげると、こんな感じで下に隠し通路が出てくる形になります。で、残念ながらちょっと中から閉める回路は今回作ってないんですが、皆様で考えながらやってみてください。で、ボタンを一回押してあげると、隠し通路は閉まる形になります。今日は木でこんな感じで隠れる隠し通路の作り方を紹介したいと思います。そういえば、本当のことを言うと、スパイダーマンが結構好きです。会ったことだってありますよ。今回使うアイテム類はこんな感じです。コップン、苗木、吸着ピストン、通常のピストン、レッドストーンの粉、レッドストーン松明、レバー、ドロッパー、加速レール、観察者、反復装置とホッパー、コンパレーター、ボタンになります。それではやっていきます。今回のスペースなんですが、こんな感じで2つのスペースに分けさせていただきました。基本スペースはこちらの縦が4、横が3のスペースになります。こちらの手前の縦が3、横が6のスペースに関しては、フリップフロップ回路を作っていくので、こんだけのスペースが必要になります。基本的にはこちら 3×4、縦が4、横が3のスペースが必要になるって感じですね。そして深さなんですが、今回もちょっと深くなってしまいました。深さは1、2、3、4、5、6、7ブロックですね。7ブロックの深さで、こちらが地面になります。ではやっていきましょう。まず最初に苗木をこちら1、2ブロック目のところに植えます。で、コップンで成長させてください。そしたら、この一番下のブロックを丸太を1、2と掘ってあげて、掘ってあげたら、ここに丸太をつけてあげるイメージですね。これが動く感じなので、丸太をつけてあげます。そして下に下がります。下に下がったら、この穴の横から1、2、3ブロック。こんな感じでブロックを置いてあげて、上の2ブロックは壊してあげます。そして吸着ピストンを上向きでこのように置いてください。で、仮ブロックは壊します。そしてさらにこの吸着ピストンの脇に1、2、3、4、5ブロック置いてあげて、真ん中の3ブロックは壊してください。そして吸着ピストンを1、2、3とこんな感じで置いてあげます。で、仮ブロックなんでこれも壊してあげます。そしてさらに吸着ピストンの横に仮ブロックを置いて、吸着ピストンを上向きで置いてあげます。そうするとこんな感じで Y 字になるような吸着ピストンの並びになると思います。そしてさらにこの奥の方に吸着ピストンを角から1、2個、内側を向くような吸着ピストンをこのような形でつけてあげます。これで吸着ピストンは基本的には終わりです。そしたら今度は吸着ピストンを動かしていきたいと思います。正面に回って一番下、この吸着ピストンのところにブロックを1つ置いてあげて、レバーを一旦仮で置いてオンにしてあげます。そうするとこんな感じで一番下の吸着ピストンが伸びます。なのでそのブロックの横にレッドストーン松明を置いてあげて、さらにブロック、そしてさらにレッドストーン松明を斜めに刺してブロックを置いてあげます。そうすると2個目の吸着ピストンが伸びます。そしてさらに横にレッドストーン松明を置いてあげて、このレッドストーン松明の上には通常のピストンを置いてあげてください。で、この通常のピストンの脇にレッドストーン松明、そして装飾用のブロックをこのような感じで置いてあげてください。そしたらまた右側に、レバーの右側に行きまして、レッドストーン松明を1つ。で、その上にブロックを置きます。で、今置いたブロックに内側に回りまして、レッドストーン松明を置いてあげて、そのレッドストーン松明の上には装飾用のブロックを置いてあげます。床とか壁になるブロックですね。今回は白で置きたいと思います。そしたら今度はこの一番下の吸着ピストンの脇にブロックを置いてあげて、この脇にこちらの向きで通常のピストンを置いてあげてください。で、今置いた通常のピストンの上にレッドストーンの粉を置いてあげると、こんな感じで伸びれば OK です。そうしたら今度はぐるっと回ってあげて、
この中心の仮ブロックの上に吸着ピストンをポンって置いてあげると、こんな感じで伸びます。で、この吸着ピストンの上に観察者をこちらからこのような向きで外側にね、顔が向くように置いてあげます。そしたらこの観察者の脇からさらにブロックをこのように伸ばしてあげまして、こんな感じで伸ばしてあげまして、このレッドストーン松明の脇に反復装置を1つ。そしてこのレッドストーン反復装置の横にレッドストーン松明を置いてあげると、この上の吸着ピストンが伸びます。で、その脇にブロックを1つ置いてあげて、レッドストーン松明の脇にもブロックを置いてあげます。そしたらこの観察者の前にドロッパーをこの向きで置いてあげて、この向きって言ってもわかんないか。こっちからね、ポンって置いてあげれば OK です。ここのドロッパーの上にレッドストーン。そうすると向こう側、奥側のね、この吸着ピストンが伸びるかと思います。こうなれば OK です。そしてこのドロッパーに向かって観察者をポンとシフトか、スニークをしながらポンと置いてあげて、ドットが下を向くように置いてあげます。で、その下にブロック、こんな感じで置いてあげてください。そしたら一番下のこのブロックの横にドロッパーをこの向き、外側から見るとちょうど前方に向くようにドロッパーを置いてください。そしてこのドロッパーに向かって観察者、ドットがこの手前を向くように置いてあげてください。で、観察者の後ろにブロックを置いてあげます。で、さらにこのドロッパーの上にレッドストーンの粉を置いてあげて、その観察者の上に反復装置を置いてあげて、ここは1、2、3の4チェーンにしてあげます。そしたらぐるっと回ってあげて、ちょっとこのタワーが邪魔なので壊してあげちゃったりして、この仮ブロックが実はあったんですが、こことこの仮ブロックは壊してしまいます。そしたら奥から観察者が見えてくるので、観察者に向かって観察者を1つ置いてあげてください。そしてこのピストン、伸びているこの左側のこのピストンに向かっても観察者を1つ。そして今置いた観察者に向かって観察者、ドットが上を向くように置いてあげます。で、今置いた観察者の上に加速レールを置いてあげて、今度は加速レールに向かって観察者を置いてあげます。そうすると観察者の顔が加速レールに向くと思うので、こうなれば OK です。これでね、完成なんです、実は。レバーを動かしてみましょう。ポンと動かすと、はい。こんな感じで、階段が現れます。ちょっとね、隙間が空いているので、隙間を埋めていくとですね、ここはもう装飾ブロックにしちゃって OK です。で、この間も見えているので、ここも装飾ブロックで埋めちゃいます。で、レバーをもう一回オフにすると、はい、こんな感じで木の状態に戻ります。ただですね、ここにやっぱレバーがあると実用的ではないので、ここにフリップフロップ回路を作っていきたいと思います。はい、そうしたらこの左側にさらに木を作ってみました。木を作ってあげて、だいたいこの角から 3×4、縦が4か、縦が4、横が3のスペースをこんな感じで用意してあげればいいかと思います。そして、ここの木のところにボタンをつけてあげて、このボタンを押してあげると、下のレバーに動力が流れるようにしてあげたいと思います。まず下から作りましょう。ここのレバーを一旦取ってあげて、ブロックを1、2個つなげます。そしてドロッパーを上向きでつけて、さらにこちら向きでドロッパーをつけてあげます。ここは壊してあげて、下のドロッパーに向かってホッパーをつけてあげます。で、ホッパーの上にコンパレーターをつけて、上のドロッパーの中にアイテムを1つ何でもいいので入れてあげます。そうするとね、こうやって動力が流れるので、ここが閉まる感じになります。あとは、ここの下のドロッパーから上のボタンに動力をつなげてあげれば OK です。ではやっていきましょう。まず最初に、ここにブロックを置いて、反復装置をここに置きます。そしたらこれをさらに上にこんな感じで伸ばしていきましょう。ちょっと適当に伸ばしていって微調整かけていきたいと思います。こんな感じで伸ばしていって、このボタンの下なので、この辺りを掘ってあげて、よいしょ。ここか。ここにレッドストーンを置きましょう。一旦壊して、レッドストーンを置いてから木のブロックを置いてあげます。で、ボタンをもう一回つけてあげて、このレッドストーンを置いたブロックから動力を取り出したいので、こんな感じでブロックを置いて反復装置で取り出してあげます。そしてさらにここにブロック
クを置いて、こうかな。こうしましょう。ぐるっと回してあげましょう。こんな感じで置いてあげればいいかな。あとは床をこうやって埋めてあげて、ボタンを押してみましょうか。はい、押してあげると、はい、出ましたね。ちゃんと階段が。こんな感じでちゃんと出てきます。で、もう一回、こんな感じで上がることができます。ちょっと上が、ここかな。よいしょ、こんな感じに床を作ってあげたら OK ですね。はい。じゃあ装飾したもの見ていきましょう。はい。装飾しました。ボタンをですね、この木の横につけてあげて押してあげると、はい。ここに隠し部屋が出てきます。で、ここね、今何回か作ったんですけれども、チャンクの境に作るとバグが出てしまうので、チャンクの境にだけ作らないようにしてください。で、ボタンをもう一回押してあげると閉まることができます。はい、今日はここまでになります。もしよろしければ私たちの Twitter のフォローもお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイビー。